皆さんこんにちは。チョークアーティストあさみです。今回の黒板アートは学校にある普通のチョークで描ける素敵な虹の描き方をご紹介します。それでは早速参りましょう。使っていくチョークは日本理化学工業さんのアートチョーク12色セットからです。白から墨色までたくさん揃っているのに一つあるととても便利です。その中から白、赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫を使っていきます。描き方です。まずは丸い円を描いた黒板にふわふわした雲を描いていきます。雲はですね、白いチョークを使っていくんですが、この時のポイントは濃く描きすぎないというところがポイントになります。軽くチョークを握っていただいて、大体の形を仕上げていきましょう。虹の描き方です。まずは赤いチョークを使って描いていきましょう。大体の場所を決めたら何回か往復をして形を整えていきます。その下にオレンジのチョークで間の隙間が開かないように描いていくのがポイントです。その下には黄色ですね。赤、オレンジ、黄色と塗っていきます。この時太さが均一じゃなくても後から調整することができるので、大体のところで目安で塗っていきます。次に緑のチョークで塗っていきます。黄色の下に重ねるようにですね、塗っていきます。この時もしっかりとした線じゃなくても大体のところで大丈夫です。次に青の線で塗っていきます。なかなか同じような太さにするって難しいですよね。でも大丈夫です。最後に、同じような太さになるように塗っていくので、この時も大体のところを塗っていけば大丈夫です。チョークに紺色ってないので、水色のこの青のチョークですね、青のチョークを重ねた時に下のところは少し指でこすってあげて、濃さを調整してあげて紺色を表現してあげるといいと思います。そしてその下に紫のチョークを重ねていきます。そうすると6色のチョークを使っているんですが、7色の虹ができます。色がバラバラに見えている虹なんですが、ここで指を使っていきます。指でこすってあげることによって均一統一感を出して一つの虹の完成を目指していきます。この時は同じ指をずっと使っていくと色が混ざってしまうので、順番に指を変えてあげたり指をきれいにしてあげてなじませてあげるというところを気をつけてあげてください。そうするとこんな感じで虹がまとまった感じに見えてきたでしょうか。空の描き方です。水色、つまり青ですね。青のチョークを使っていただいて塗っていくんですが、この時チョークを縦にせずに側面、横を使っていくときれいに塗ることができます。チョークの側面を使って全体的にバランスよく塗っていくのがポイントです。雲の脇であったり虹の脇であったりっていうところを塗っていってあげてください。全部塗りつぶさなくても大丈夫です。この後指でこすっていくので、この時も大体の感じで塗ってあげましょう。ただ際のところですね、そこだけちょっと気をつけてあげて、丸のところだったり、それから雲の端の部分であったりとか、それから虹と被る部分ですね、そのところを少し丁寧に塗ってあげるっていうところを気をつけながら塗っていきましょう。何回か塗り重ねていくときれいに仕上がっていきます。後から指でこすってあげてもいいので、大体のところで塗ってあげるといいですね。ここから指でこすっていきます。ちょうど際の部分のところ丁寧にこすってあげながら全体的にこすってあげる感じです。雲の端の部分だったりとか、ちょうど赤い虹の部分にかぶるところであったりとか、際の部分を本当に気をつけながらですね、塗ってあげるといいですね。指でなじませてあげると空全体がバランスよくちょっと均一になってきたのがお分かりいただけるでしょうか。表面が滑らかになってきます。。 。 。 。。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 
雲の描き方です。白のチョークを使ってふわふわの雲を描いていきましょう。まずは雲のところを白く塗っていきます。全体的に塗るのではなくて上の方ですね。そしたら指でこすってあげるような感じで、またチョークで塗ってあげる、こすってあげる、塗ってあげる、こすってあげるをちょっと繰り返しながらですね、明るい部分と暗い部分を作ってあげてください。影の部分はこすった部分の暗いところになるので、まずは白いチョークで塗ってあげる、指でこすってあげるという感じを繰り返してあげることによって、雲が重なり合うふわふわ感が作ることができます。今暗い部分をこすってあげるというような感じですね。また下の方も同じように白いチョークで塗ってあげる、こすってあげると繰り返していきます。下のところも忘れずに塗ってあげる、こすってあげるを繰り返していきましょう。どうでしょうか。だんだん立体的な雲になってきていませんか。白いところと、それからちょっと影の部分だったり、そう暗いところを作ることによってモコモコとした立体的な雲を作ることができます。足りないところはまたちょっと足していただいて、全体的なバランスを見ながら雲の分量を決めてあげてください。平面的だった虹の後ろにこうした立体的な雲を加えることによって、先ほどの虹がちょっと浮いてくるような、浮き立ってくるような感じになりますよね。ぜひ雲と虹一緒に描いてみることをおすすめします。ここからレタリングでメッセージを入れていきたいなと思います。青空のところにですね、レタリングを入れてくるんですが、せっかくなので飛行機雲で入れたらどうかなと思って、飛行機雲の形になるように入れていきました。ふわふわとした雲の飛行機雲の形になるように、きちんと描くレタリングではなくて、ちょっと形がアンバランスというか、バランスを少し崩しながらですね、描いてみると本当飛行機雲みたいに見れるので、ちょっとやってみるといいと思います。きちんと描こうとしないというのがちょっと不思議なポイントなんですが、きちんと描かずにですね、やってみるといいですね。ちょっとここら辺でハートを入れてみたりとかやってみるといいですね。なんとなく描いた線のところにまたモコモコとしたようなところを加えていくと、より飛行機雲のふわふわ感が出てくるので試してみてください。今 TH のところモコモコしたものと他の書いてないところを比べるとちょっと違いますよね。ぜひこのモコモコしたところ付け足してあげるといいと思います。レタリングのポイントは一気に書かないっていうところです。大体の形を作ってから装飾であったりとか太くしたりとか、こういった今回はモコモコした部分なんですが、そういったところを足していくっていうのは後からやっていくとバランスが取れます。最後に飛行機をですね、端の方に書いておくとね、なんかちょっとほんと飛行機雲にヒュッと流れていくような感じが出てくるので、ここで飛行機を付け足していきます。じゃーんということで完成です。虹、立体的な雲、青空に飛行機雲を描くと、こんな風に素敵な作品を作ることができます。私の場合丸の中に虹を描いたんですが、黒板全体に描くっていうのもすごく素敵だと思うので、皆さんもやってみてください。メッセージもですね、いろいろ変えていただいてご活用いただければとっても嬉しいです。ちょっとでもためになったな、なんだか書きたくなったっていう方、ぜひいいねボタンよろしくお願いいたします。さらにはチャンネル登録で応援していただけるとすごく嬉しいです。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。それでは皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。チョークアーティストあさみでした。